内閣人事局が作られた原因は、30年前に遡る。30年前、日本で既得権益の存在が庶民にとって問題になったことがあった。既得権益というのは、政治家、官僚、財界人、いわゆる政官財の癒着によって作られる。そして既得権益は権力だ。その権力は、自由と民主主義とは相入れない。つまり、既得権益という権力が強くなれば、自由と民主主義という権力を痛めてしまう。日本の庶民はそこに気がついた。日本の既得権益が初めて問題になったのは1990年代。今は2020年。日本は30年もこの問題を抱え続けて、今も解決することができない。内閣人事局は、その既得権益を抑えるためのアイディアの一つとして、2014年に設置された。30年前、既得権益発生の原因が2つ考えられた。一つは、日本では同じ政党が数十年間常に政治権力を握り続けていたこと。もう一つは官僚の天下りだ。まず日本では当時もそして今に至るまで、つまり75年前の太平洋戦争後、常にほぼ同じ一つの政党が政治権力を握っている。民主主義制度を持っている。諸外国と比較しても、これは少し妙なことだ。総理大臣の交代はちゃんとあった。1期の場合は4年に一度。2期の場合は8年に一度。総理大臣はちゃんと交代したし、衆議院選挙も参議院選挙も、日本ではちゃんと実施されていた。でもなぜか同じ一つの政党だけが常に政治権力を握っている。全体主義国家ではないはずの日本で、これは少し妙なことだ。庶民はそのことに疑問を持った。庶民はこう考えた。同じ政党が常に政治権力を握っていれば、政治家と官僚の癒着は深まってしまう。そこに財界人も巻き込まれる。それに組織票の問題もある。ある国会議員が何十年も与党の国会議員のままでいたら、地元の業者、組合、
いわゆる利益団体に対して、利益誘導ができてしまう。やがて、地元の利益団体は、利益誘導を求めて、同じ国会議員が、常に選挙で当選するように、便宜を図り始める。つまり、地元の利益団体が、一人の国会議員の、集金、集票マシンになってしまう。既得権益を潰すためには、庶民は、政治権力の交代が必要だと考えた。そして確かに、政治権力の交代は起こった。1993年から1994年の1年間と、2009年から2011年の2年間だ。戦後75年間で、たった3年だけ。そしてなぜか国民は、この30年間で、こう思うようになった。与党は頼りになる。野党は頼りにならない。テレビ番組や新聞がそう言ったからだ。日本のテレビ番組や新聞は、日本の庶民にとって、既得権益が問題になった。30年前から常にそう言い続けた。テレビも新聞も、庶民の重要な情報源だ。しかしテレビにも新聞にも、スポンサーの広告収入という問題がある。それがないと今のマスメディアは、経営が成り立たない。だから、スポンサーの言いなりになりやすい。そして、マスメディアのスポンサーは、性犯罪の癒着の一つ、つまり財界だ。つまり、与党は頼りになる。野党は頼りにならない。というイメージを、30年間かけて、テレビや新聞が、国民に植え付けてしまった。可能性がある。今、マスメディアに身を置いている。私には、わかる。疑おうと思えば、疑えたのに。マスメディアの人間は、誰も疑おうとしなかった。つまり真実を追求しようとはしなかった。そして政権交代は失敗に終わった。そしてもう一つの既得権益の存在の原因と考えられたのが官僚の天下りだ。この日本で最も難しい受験戦争。えりすぐられた高学歴の若者たちが狭き門をくぐるためにしのぎを削る。そして勝ち残る。それがこの日本で官僚になるということだ。そしてもし
その狭き門をくぐれたとしても、その後の競争も果てしなく続く。30年前、日本国民はこう思った。日本の官僚は優秀すぎる。官僚の力が強すぎて、政治家や財界人が官僚の言いなりになってしまう。そうなれば官僚はやりたい放題ができてしまう。官僚の世界では出世競争で生き残れなかった官僚は退職させて若い官僚に道を譲らせる。そうやって組織のピラミッドの形を守る。退職した官僚は出身官庁が所管する民間企業や行政法人に最終到達ポストに応じた就職斡旋を受ける。就職斡旋といえばその通りかもしれないが、彼らは転職した途端に民間企業や行政法人の社長より上、つまり役員クラスになる。そして天下り官僚を受け入れる。民間企業や行政法人は役所からそれなりの便宜を受けられる。民間企業や行政法人は天下り官僚を受け入れて有利な事業展開をしたい。つまり天下り官僚は政治と財界を結びつけてしまう。つまり政官財の癒着、鉄のトライアングル、いわゆる強力な既得権益の温床になってしまう。そして既得権益は民主主義を弱めてしまう。そしていつの頃からかテレビ番組や新聞は言い出した。民主主義を守るためには国民に選挙で選ばれて民意を受けた政治家が官僚に対してもっと力を持たなければいけない。そして国民に選ばれた政治家が官僚を指導しなければ民主主義にならない。確かに一理ある。その言い分は間違っていない。だがその言い分は問題はそんなに単純ではない。という真実を国民から隠してしまう。既得権益にしがみついている寄生虫は天下り官僚だけじゃない。既得権益というのは政治、官僚、財界の癒着、いわゆる
鉄のトライアングルによって作られる。政治家や財界人の中にも寄生虫は大勢いるし、逆に官僚すべてが寄生虫というわけではない。そして内閣人事局はそれをごまかしている。再生リスト14に続きます。